突然ですが、終鉄は三鎮をやめました。正確に言うと、三鎮という名称を名乗ることを一切やめました。今日はこの件についてご報告いたします。何を突然という感じですが、実はね、この内容、某匿名投稿の SNS で少し話題になりまして、ご存知の方もね、結構いらっしゃるかと思います。良い機会ですので、状況を説明させていただきます。自分は以前より身体操作を練るのに、空手では有名なね、三鎮という方を自分なりに研究材料としてやってきました。もちろん僕もね、長く空手に携わってきて、型をよく知る指導者の方々とも交流して、そこで三鎮について交流してきたことも、何回もあります。自分なりにね、かなりやり込んできたんですけれども、これはどこかの流派のものを正当に、学んだり受け継いだりしたっていうものではありません。では、誰に教われば正当なのかとか、またその教わった方の、技量はどの程度であればいいのかっていう話になると、もう正直、よくわからなくなってくるので、ここではそれは置いておきます。しかし、僕自身は独自の解釈ばかりを強烈に盛り込んでやってきていますんで、正当なものではないし、三鎮という方の正解という意味ではないですよという注釈付きで、会の中でも指導してきておりました。では、なぜこれを指導していたかというと、威力を上げるための身体操作の説明の材料として、僕自身が取り組んできた体の練り方として、鍛錬方法としてレクチャーしてきておりました。で、終鉄理論の重要なエッセンスを盛り込んでいますので、会員さんにも一生懸命取り組んでもらっています。ただし、一部のね、面識のない方から、三鎮という名称を用いることについて違和感を持つという声が届くようになりました。匿名の SNS ですので、私もね、直接言われたわけではないですけれども、ちらほらね、同じような意見がね、一人や二人ではなく、複数いらっしゃるということが確認できまして、そこでね、いろいろ考えてみたんですね。正当な伝承を得て三鎮を取り組まれている方々からすると、我流の三鎮なんかをね、指導していたりするっていうことに不快感を持たれるっていう感情についても、理解することができてきました。なるほど。僕自身がそう思うかっていうのは別として、これはね、僕のような考え方の方が武道の世界においては非常識なんだなっていうことが理解できてきました。また、いちいち我流のと断りを入れて名乗るのも確かに、すっきりしない部分でもありましたので、これを機に三鎮という名称を使うことは一切やめることにしました。じゃあ、なぜ今まで三鎮と名乗っていたかというと、名乗らないなら名乗らないで、どう見てもそれはね、三鎮じゃないか。さも自分が作った方みたいに名乗るなっていう声が、聞こえてきそうで、僕の中でのその時の最適解として、我流のという注釈付きで三鎮と名乗っていたわけなんですけども、その結果ね、三鎮と名乗るよりむしろオリジナルの方とはっきりさせるべきではないかという意見が多々出てきまして、なるほどという感じですね。今回は僕も武道の世界についていろいろ気づかされた面があり、すっきりしたい題材ではあったので、このように決断して、またわざわざ今回 YouTube に動画にもしたということです。一応ですね、これまでに撮影だけを終えていて公開されてない、自分だったり他の方のチャンネルの動画もあったりするので、そこでまだね、三鎮っていう名称を使ってたりするんじゃないかなっていうことがちょっと想定されるので、それがね、今後公開された時には、ちょっと時系列のズレということでご了承ください。もちろん終鉄を立ち上げる前からずっと試行錯誤してきた中で必死に作り上げてきた身体操作の根幹なので、これからもこの鍛錬は当然続けていきます。見た目はもちろん三鎮みたいですけれども、あくまで終鉄独自の鍛錬の一環として終鉄の型としてご認識ください。型の名前も独自にしていこうかと思います。僕なんかは、自分の考えとは違ったら平気で言うことを聞かなかったりとか、動作を工夫してしまったりする性格ですので、伝統や系譜を大切にする武道の世界からすると、かなり
常識外れな人間と言えるでしょう。某伝統流派の六段で指導者の方であったりとか、某古流空手の有段者の方、それぞれの流派で参鎮を治めておられる宗哲の会員さんもおられます。参鎮はじゃあね、誰に学んだらそれを名乗れるのか、一体誰の参鎮が本物なんかというような疑問も、会員さんからは上がりました。こういう議論はもうね、人によって本当に様々ですし、やはり突き詰めて言えば価値観の違いだと思います。で、宗哲の方は常に未完成だし、その時点でのベストがあるというだけで、去年の方は今年には進化していくという形で、完成されたものを学ぶっていう概念があまりないということになっています。そもそもね、僕のスタンスは、宗哲でやる稽古に限っては、体のポテンシャルが最大に発揮されて、強烈な威力を伴う身体操作。その一点がゴールですので、型の名前が何であれ、そこに邁進するのみなんですね。そういう意味では、僕はね、やはり参鎮という名称を使うべき人間ではないのかなと、今回改めて思いました。宗哲の会員さんには、武道会とは無縁のね、スポーツ選手なんかも複数おられますが、今回の話をした時はね、みんなね、ポカーンとしていました。宗哲では、型の稽古については、世に知られた空手の方とは、原理も全く異なっておりますし、やはりね、直接お会いして指導できる人のみにしか、指導したくないなっていう気持ちもさらに強まりましたので、今後もネットなどでその原理を紹介することは一切ありません。稽古会の実地指導のみとしていきますので、この型について学んでみたいっていう方は、ぜひ宗哲の稽古会にご入会ください。以上です。ありがとうございました。